ざいます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。でですね、今日は現状で何をやるんですかっていう質問に答えたいと思います。結論から言っちゃうと、ざっくりインテリアデザインという分野で言えばですよね、寸法とインフラを調べることかなって思うんですよね。そもそも現状って、現場調査のことなんですけど、お医者さんでいうと検査したり診察してあなたの体って結構調べますよね。これと結構一緒かなと思うんですよね。この建物どうなってんだろうなって検査したり、不動産屋さんとかビルオーナーさんに聞いてみたりして、建物の状態っていうことを調べていくってことなんです。で、どんな時に検証するのかっていうと、もちろん最初なんですけど、店舗オーナーさんがですね、この物件で、飲食店を開きたいと思ってもわからないことだらけなんですよね。この建物については自分のイメージしているお店は本当にできるんだろうか、それにはいくらかかるんだろうかなど、建物に関する疑問がいっぱい出てくるわけですよね。その時に専門家を呼んで調べてもらおうってことになるわけです。そこで呼ばれるのがインテリアデザイナーだったり内装業者さんといったような人たちなんですよね。そこで物件に来て調べるっていうことが現状ってやつです。では実際どんなことを調べるんでしょうかね。ここでは飲食店の現状っていうことを想定したいと思います。現場で見たことを後でいつでも見れるように、まずは写真撮りましょうということなんですよね。写真は会社帰った後でもどこに何があったのかなって後で調べたり、もしもですね測り忘れた寸法があった時は大体のスケール感がつかめたりしますよね。で、外観写真に関しては外観パースに使うものかもしれないし、提出資料に出せるイメージでアングルを決めて撮っておいた方がいいと思います。内観写真はですね、各壁の面をなるべく平行に撮っておいた方が後々、寸法を想定しやすくなりますよね。各壁面すべて残らず撮っておいてください。あとは床と天井、要するにすべての面をなるべく見えないところがないくらい、写真では撮っておきましょうねってことです。プリントをしてスキャンするイメージですよね、建物。あとは分電盤や電気メーターといったあとは水道メーターとかエアコンの室内機の置き場だったり、ダクトの出し口内外部の、撮影をしていくといいかもしれません。あとはお客様の視点に立って、室内を普通に撮っておきましょう。そこには飲食店オーナーさんや不動産屋さんが必ずいると思うんですよ。で、飲食店オーナーさんにはヒアリングとして別途お話は聞くんですけれども、なんでこの物件にしたんですかねっていうことは聞いておいた方がいいと思います。この地域に思い入れがあるかもしれないし、ビジネス的に良かったのかもしれないし、物件の雰囲気が良かったかもしれないので、それはちゃんと聞いといてください。あと不動産屋さんにはまずは既存の建物の図面をもらっておいてください。でも古い建物で雑居ビルだとそもそもないことが多いんですよね。で、図面はもうたくさんあったらあっただけいいと思います。それは建物のインフラのことを、中心に、見ることもできますし、
もし、不動産屋さんにその図面では分からなければ、不動産屋さんにインフラのことは聞いた方がいいです。電気のこと、電気メーターどこなのとか、電気のこと、給排水設備のこと、ガスのこと、換気のこと、空調のことを聞きます。あとは前のテナントのことを聞いた方がいいかもしれませんね。どんなお店やってたんですかとか、何年ぐらいやってたんですかねっていうことをお話しして聞くと、いろんな情報がもらえるかもしれません。で、外回りを今度確認していきますリースライン、要は借りているラインですよねを確認して、賃貸部分である内部はともかく共用部にどんなことをしていいのか。例えばですね、ファサードデザインをするために看板の位置ってどこに設置していいんですかね、どこに貼っていいんですかね、外部の仕上げってしていいんですかねっていうことを聞くと、だんだんデザインができる範囲ってことが分かってきます。建物のルールもちゃんと確認しておく必要性があります。工事の時間帯です。工事の時間帯、音を出していい時間帯、そもそも指定業者さんいるのかなとか、指定業者っていうのはこのビルの管理をしている工事業者さんがいたら、その人へ依頼しなくてはいけないものがあるってことです。よくあるのが消防設備工事とか看板工事っていうのはそれに当たったりしますよね。ショッピングセンターなら A 工事 B 工事 C 工事っていう工事区分表っていうのがあるので、この辺の施設系の設計の話はちょっと長くなっちゃうんで、ちょっとまた別の機会にしますね。で、お話を戻して、不動産屋さんに聞きながら物件を一通り見て回ったら、現状の内寸ですよね、室内寸法を測っていきます。不動産屋さんから図面をもらっていなくても、現地の寸法は絶対必要なんで確認してください。現地の寸法が図面通りじゃないってことは結構あるんでね。で、手書きで壁と開口部の位置を書いていきます。そこには平面寸法と高さ寸法をしっかり書いてください。開口部の位置も高さが必要ですし、段差があればその寸法も必要です。天井周りでは梁の位置と高さ、スリーブのありなしですよね、スラブまでの高さ、寸法とりあえず測りまくります。設備の位置も書いておきます。排水の位置はどのくらいなのか、直径いくつなのか、給水はどこから来ているのか、給湯器はどこに設置してお湯が引き込めるのか、分電盤はどこにあった、消防設備ってどの辺にあって何個ついてるんだ、ここで測った寸法のクオリティが高ければ高いほど、図面を CAD 化するときにですね、作業時間が大幅に削減できるわけですよね。逆に寸法を測り忘れたりとかすると、設計的にちょっと分かんなくなって考えたり写真見たりして遅くなっちゃいますよね。最悪分からなければもう一回寸法を測りに来なくてはいけなくなるかもしれません。実はスケルトンの状態の物件であれば、ここで測った寸法がお店が完成するまでずっとこの情報を信じて作り続けることがほとんどなんです。なので現地はめちゃくちゃ重要です。だってこの寸法を信じてオーナーさん、不動産屋さん、設計者、施工者と数多くの関係者をガンガン動かしていくからですよね。今日は現状で何をやるんですかっていう質問でしたが、結論は不動産屋さんに聞いてインフラと寸法をちゃんと現地で確認しましょうねっていう具体的なことをお話ししました。空間の寸法を測っておくと、ディテールを見るときにいろいろね気づくポイントが目に入り込むんで、建物見えないところまで想定してできるようになれば、現状能力としては結構高いので十分だと思います。そうなれるように多くの現状へ行ってみましょう。
実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日のお話で疑問に思ったり、実際やってみたい方は一度覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。